中国の脅威を謳ってる割には国の守りが薄くなることに対しては全然平気っぽいです。これ独立国家と呼べますか。完全コントロールされてんじゃないかよ。いつ植民地をやめんだ、今でしょって。山本太郎君。はい、生活の尊い山本太郎と仲間たち共同代表の山本太郎です。永田町ではみんな知っているけれども、わざわざ言わないことを質問していきたいと思います。答弁はですね、簡潔明瞭にお願いいたします。まず中谷防衛大臣、よろしくお願いいたします。中谷大臣はですね、7月30日の本委員会、福島みずほ委員の今まで周辺事態法でできないとされていた弾薬の提供がなぜできるのかという質問に対し、現行法制定時には、米軍からのニーズがなかったので、弾薬の提供と戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備については除いていたが、その後、日米の防衛協力、ガイドラインの見直しの中で、米側から、アメリカ側からこれらを含む幅広い後方支援への期待が示されたと答弁されました。ということは、中谷大臣、今回の安保法制制定の立法事実として、米軍のニーズ、要請があるということでよろしいでしょうか。中谷大臣。現行法の制定時におきましては、米側からのニーズがなかったということで、支援内容から省いておりました。これは国会でも答弁をいたしたとおりでございます。しかし、その後、日米防衛協力ガイドライン、これの協議が行われまして、その中で米側からこれらを含む幅広い後方支援への期待が示されたということです。また、先ほど答弁いたしましたが、一昨年、南スーダン PKO に参加している陸自の部隊が国連からの要請を受けて、韓国部隊のために弾薬提供を行ったように、想定外の状況によって弾薬を融通する必要がある場合も想定をされるということ、またいろんな状況も変化をしてきたということでございまして、こういったことをもちまして、今回、あらかじめ法的に措置をしておく必要があると考えたわけでございます。山本君。中谷大臣、現在の周辺事態法ではできなかった弾薬の提供などを、今回の安保法制でできるようにするのは、アメリカ側からの期待、米軍のニーズがあったからということでしたけれども、米軍からいつごろ、どのような形で、どのような具体的なニーズがあったのかということを教えてもらえますか。中谷大臣。はい、日米防衛協力が進展をしたということ、またガイドラインの見直しが進められたということ、また自衛隊もそういった能力が向上してきたということで、米側からこれらを含む幅広い後方支援への期待が示されたということで、今回、重要影響事態に際してもこれらの支援を行うようにできるように、法的措置を講じることにしたということでございまして、基本的には日米間の協議の中で、ニーズが出てきたということでございます。山本君。あまり答えていただいてないような状況だったと思うんですけれども、とにかく米軍のニーズが立法事実になってるんだって話ですよね。リクエストされたから、ニーズがあったから、それによってこの国の在り方、ルールを変えていくっていう話ですよね。弾薬の提供を輸送すると。弾薬は法律上は銃弾、砲弾、手榴弾、ロケット弾、果てはミサイル、核兵器まで提供を輸送できる。また戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備も、これらは誰が見ても明らかに武力行使と一体となった輸送、平坦で明白な憲法違反。弾薬の提供、輸送と戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備については、これまで武力行使と一体となった後方支援ということで、憲法違反だったんですよね。でも今回、憲法解釈を変えたんですよね。米軍のリクエストで。実はアメリカ側のリクエストっていうのはですね、もっとスケールが大きくて、綿密なんだよってことをお知らせしたいと思います。パネルをお願いします。このパネルはですね、集団的自衛権を認める、昨年7月1日の、憲法違反の閣議決定の2週間後、7月15日、首相官邸での写真でございます。首相官邸のホームページから引用させていただきました。安倍総理と握手している方、ショーザフラッグ、ブーツオンザグラウンド、
この言葉で有名なリチャード・アーミテージ元アメリカの国務副長官、1人置いて左から2番目、赤いネクタイの方、もうほとんどもう側頭部、後頭部しか映ってない方ですけれども、この方がジョセフ・ナイハーバード大学教授。このお二人、一体何者なのってご存じない方のために、外務省のホームページで次のように詳しく紹介されています。日米安全保障研究会、米側委員を代表して、ジョン・ハムレ戦略国際問題研究所、CSIS ですね、CSIS の所長が、14年前にアーミテージ元国務副長官と、ナイ・ハーバード大学教授が、アーミテージ、ナイレポートを作成し、日本の安全保障に対するアプローチについて提言したと述べたと書いてあります。このお二人が提言してくださったありがたいお言葉の数々が、日本国の政策にそのまま反映されている、とても影響力のある方々というお話なんです。2000年10月に第1次、2007年2月に第2次、そして2012年の8月に第3次が公表された。アーミテージ内レポートは、それぞれ日本の安全保障政策に大きな影響を与えた。パネル入れ替えてもらっていいですか、お願いします。2枚目のパネルは、その第3次アーミテージ内レポートの中の日本への提言9項目、そしてその他、注目すべき記述を抜粋したものです。これを見ると、今回の憲法違反の閣議決定から、憲法違反の安保法制まで、ほとんどすべてアメリカ側のリクエストによるものだということがよくわかる。まずパネルの下の方ですね、いきなり下でごめんなさい。その他の10番をご覧ください。レポートの本文ではこのように書かれています。皮肉なことに、日本の国益保護に必要な最も過酷な状況下では、米軍は自衛隊と日本の集団的防衛を行うことは法的に禁止されているのだ。日本の集団的自衛権禁止を変えることは、こうした皮肉のすべてを解決するだろう。政策転換において、統合軍やより軍事的に抗議性の高い日本の平和憲法の変更は希求されるべきでない。集団的自衛権の禁止は同盟にとって障害だと書かれています。パネル1を一瞬上にかぶせてもらっていいですか。この時の写真、一体何なんだろうなと思ったら、集団的自衛権容認の憲法違反の閣議決定を提言した人たち、そうですよね、提言した。しかもそれが実現した。だから彼らは官邸まで、よくやったね、君たちと褒めに来てくれた。そんな現場での心温まる写真の一枚なんじゃないかなっていうふうに考えてしまいます。すいません。パネル外していただいて、2枚目のパネルに戻ります。提言の1です。一番上です。ここではなんと、原発再稼働を求めている。安倍総理は、これも安全性無視で実行しましたよね。提言の3、TPP 交渉参加。安倍政権は2012年の衆議院選挙での自民党の選挙の公約を堂々破って、これを忠実に実行している真っ最中でございます。提言の8、日米間のあるいは日本が保有する国家機密の保全、これ、特定秘密保護法そのまんまじゃないかよって、これもクリアしてしまってます。次はもうちょっと下になるんですけれども、その他の12、日本の防衛産業に技術の輸出を行うよう働きかける、これ、防衛装備移転3原則で実現してますもんね。今年4月27日、新しい日米防衛協力ガイドラインを承認したときの日米共同発表文書には、日本が国際協調主義に基づく積極的平和主義の政策を継続する中で、米国は日本の最近の重要な成果を歓迎し、支持する。これらの成果には、切れ目のない安全保障法制整備のための2014年7月1日の日本政府の閣議決定、国家安全保障会議の設置、防衛装備移転3原則、特定秘密保護法、サイバーセキュリティ基本法、新宇宙基本計画、および開発協力大綱が含まれると書いてあるそうです。この第3次アーミテージ内レポートの提言通りの新ガイドラインと、その他の重要な成果なんですよね。そして今回の安保法制、戦争法制はパネルで見てみると、2、シーレーン保護、5、インド、オーストラリア、フィリピン、台湾等との連携、6、日本の領域を超えた情報監視、偵察活動、平時、緊張、危機、戦時の米軍と自衛隊の全面協力、7、日本単独で掃海艇をホルムズ海峡に派遣、米国との共同による南シナ海における監視活動、9、
国連平和維持活動 PKO の法的権限の範囲拡大、11、共同訓練、兵器の共同開発、これらほとんどすべて今回の安保、この安保法制に盛り込まれたという話です。岸田外務大臣にお伺いします。この第3次アミテ事内レポートで示された日本への提言などが、ことし4月27日の新ガイドライン共同発表に書かれた日本の最近の重要な成果や、今回の安保法制で実現することになったとお考えになりますか。岸田外務大臣。まずご指摘の報告書ですが、これはあくまでこれ民間の報告書ですので、政府の立場からこれ、逐一コメントすることは控えなければならないと思いますが、少なくともご指摘の今年の新ガイドライン、さらには今、審議をお願いしております平和安全法制、これはこのご指摘の報告書を念頭に作成したものではないと考えます。平和安全法制につきましても、あくまでも我が国の国民の命や暮らしを守るためにどうあるべきなのか、これは自主的な取り組みであると考えておりますし、新ガイドラインにつきましても、安全保障環境が厳しさを増す中にあって、この日米のこの防衛協力について、この一般的なこの枠組みですとか、あるいは政策的な方向性、こうしたものを示したものであると認識をしております。山本君。ありがとうございます。中谷防衛大臣、配布資料でお配りした第3次アーミテージ内レポートの概要、これ、今でも海上自衛隊の幹部学校のホームページに掲載されているもの、そのまま使わせていただきました。この第3次アーミテージ内レポートの日本への提言、今回の安保法制の内容に生かされていると思いますか。中谷大臣。はい、防衛省自衛隊といたしましては、幅広くですね、世界のいろんな方々からの考え方も含めまして、情報収集、また、研究、分析をしております。で、今回の安保法制につき平和安全法制につきましては、あくまでも我が国の主体的な取り組みとして、国民の命と平和な暮らしを守るというために作ったわけでありまして、これ時間をかけて、これ、オープンな場でですね、さまざまな意見、議論を経て決定をされたということで、特に政府内の有識者の懇談会、また与党内、自民党と公明党の協議会において、25回に及ぶ徹底的な議論を経て作成したものでありまして、この内レポート、等の報告書を念頭にですね、作成したものではないということでございますが、しかし、政府としましてはですね、この今後の点においてですね、これからも研究検討は続けてまいるわけでございますので、このレポートで指摘をされた点もございますが、結果として重なっている部分もあると考えておりますけれども、あくまでも我が国の主体的な取り組みとして、検討、研究をして作ったものであるということでございます。山本君。はい、民間のシンクタンクなんだよって、偶然の一致なんじゃないのみたいなお話ですけれども、民間のシンクタンクの方々がこれだけ頻繁に日本に訪れ、そして総理も、そのシンクタンクで演説をなさったりとかしてるわけですよね。ずいぶん懇意だねって、それが偶然の一致なんて話になるのって、これらのレポートを念頭に作成したものでないと、結果重なってしまっている部分があるっていうんですけど、ほとんど重なってんじゃないかって、そっくりそのままですよ。完コピっていうんですよ、こういうの、完全コピー。昨年7月1日、憲法違反の閣議決定から今回の憲法違反の安保法制、戦争法制までだけを見たとしても、なんだこれ、アメリカのリクエスト通りじゃないかって、おまけに原発再稼働、TPP、特定秘密方法、武器輸出三原則の廃止、何から何まですべてアメリカのリクエスト通りに行ってるんだなって、アメリカ軍の要請、ニーズには、憲法を踏みにじってでも、国民の生活を破壊してでも、真摯に全力で取り組むって、これ、どういうことなんですか。これ、独立国家と呼べますか。完全コントロールされてんじゃないかよ。誰の国なんだ、この国はっていう話をしたいんですね。これだけ宗主国様に尽くし続けているのにもかかわらず、その一方でアメリカは同盟国であるはずの日本政府の各部署、大企業などを盗聴し、
ファイブアイズと呼ばれるイギリス、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアなどとその盗聴内容をシェアしていたと。もう間抜けとしか言いようがないお話、先月出てまいりました。いつまで都合のいい存在で居続けるんですかってお聞きしたいんですよ。いつまで没落間近の大国の小判ザメを続ける気ですかって。今、後ろから声が聞こえてきました。もう一つの州、最後の州なんじゃないか、そういう考え方もあると思います。もう一つの州であるならば、アメリカ合衆国の大統領、僕たちが選べなきゃおかしいんですよ。そんな状況にもされていないって。諦めてるんですか。いつ植民地をやめんだって。今でしょって。対等な関係、健全な関係にするべきじゃないですか。すべて出されたリクエスト、すべて形にしていくなんておかしな話ですよ。今回の戦争法案、アメリカによるアメリカのための戦争法案には断固反対、当たり前です。廃案以外はありえません。中国の脅威というならば、自衛隊を世界の裏側まで行ける、そのような状態を作り出すことは、この国の守りが薄くなるってことですよ。どうして自衛隊が地球の裏側まで一体化してアメリカと一緒にいろんなところに行けなきゃいけないの？アメリカ以外の国とも一緒に行けるような状況になってますよね。歯止めありますか？ないですよね。中国の脅威を謳ってる割には、国の守りが薄くなることに対しては全然平気っぽいですね。この廃案以外はありえない、この戦争法案、廃案以外ありえないと申し上げて、午前の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。